はい、いらっしゃいませ。This is です。しばらくね、間隔が空いてしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は軽くリハビリを兼ねまして、クラシックギター小ネタ動画を作ってみようと思います。でね、過去のネタでも密かに好評なのがね、揺らさないビブラートっていうのはありましたね。もうね、これは普通にビブラートだけど、揺らさないで圧だけでね別にこう触れるなら触れるでいいけど、こう押さえ方が難しくて振るのが難しい時に圧でちょっと表現をつけるっていうのは意外に天才かなってところがまあいいや。でね、今回のもね、ちょっと皆さんが知らないやつだと思いますよ。これやって変な人と思われてもね、それはもう自己責任でね、お願いしますよね。じゃあ行ってみましょう。今回ご紹介するのはこちら、ハイドン。不可能を可能にするスーパーアイテム、親指くんです。ついにね、この幻の商品を皆さんにお勧めできるね、日が来たことをね、私たちスタッフ一同心からお喜び申し上げますよ。本当にもう。で、どう使うかというとですね、親指をこうネックの裏側から押さえるっていうのはありがちですな。クラシックだとやらないけど、ネックが太いからね、エレキとかアコギだと結構やりますよね。でこれちょうど親指がルートの音に押さえちゃうとあと楽っていう意味もあって、まあこれは現実的なテクニックだったりするみたいですけど、でもね、クラシックギターはこれ無理なんで、そうじゃない。僕が今回言いたいのはそうじゃないんですよ。こう上から押さえる5本の5フィンガーの一つとして親指を使うという技でございます。でね、これ変態的だけど、ウッドベースとかチェロだとね、普通によくこうやってます。こう押さえて、こういうなんか弾き方ってチェロとかベースだとよく見ると思うんですけど、これをね、かっこいいからクラシックギターでもできないかなとか金がね思っていたんですけどね、具体的にはね、バリオスの森を夢見るっていう曲、皆さんご存知ですか？超難曲っていうか、右手はただトレモロなんですけど、左手がねやばいんですよ、鬼これちょっと具体的にね、この通称森夢という曲、美しい曲なんですよ。優しいテイストの。でも押さえ方がね尋常じゃないんですよ。だって最後このラストのところがこういう感じで、いやここ一弦の一番高いところ19フレットを押さえて、あと3本の指を制覇せよと。はぁですよね、これ。見えます？これやばすぎでしょこれ。でねでもこの曲を演奏する方はこれをやるんですよ。でさすがにね、こう指とこっちでね、大きな音は出すのは難しいんで、多分プロの人でもここは音量がだんだん下がっていく弾き方をしますよね。ね、わかるんですよ。夢の中に消え入るようなラスト。そういう演奏多いと思うし、その意図は別に間違ってないとは思う。
でもね、僕 いつも思うんですけどね、この音楽としてそれつまんなくねと。いや、せっかくさ、バリオスがさ、この郷里の思いを正直にぶつけた名曲をさ、弱々しく終わるってどうなの？インパクトそれないんじゃねって言いたいわけですよ。ただ自分でやるとわかる。これをね、強く終わるのは不可能じゃん。でもここで不可能を可能にするのがスーパーアイテム親指くんの登場なわけですね。でこうやりますね。親指で押さえれば人差し指でも届くんですよね。まあ中指、薬指ぐらいでいいかな。で親指でやる。こうか。これだと小指と違ってしっかり力が乗るんで強く弾けるんですよね。この方が音楽として絶対面白いと思うし、いいと思うんですけどね。ぜひやっていただいて試していただければと思います。でね、これはどのぐらい届くかなんですけどね。まあこう G 6弦の3フレットを押さえて、どうだろう、1弦の10フレットまでいきますね。これ今森夢に合わせて5弦と5弦6弦1音下がってますけど、さすがにね無理でね、ここが最後。これを人差し指だとここが多分これ以上はもう物理的に無理なやつ。これを親指に変えるとさらに2フレット上がれますね。めったに使うことはないと思いますが、時々使ってみんなを驚かせてみるというのも面白いのではないでしょうか。というわけで、短め小ネタ実施でした。ありがとうございました。